はい、YouTube をご覧の皆様こんばんは。アトピー専門治療院です。よろしくお願いします。今回のテーマはですね、ステロイドの抵抗性について説明したいなと思います。ステロイドを使ったことがある人だったら、間違いなく、経験はしたことがあると思います。一番最初アトピーの症状で、弱いステロイドを使って、一番最初もう魔法のように効いたと思うんですよ。もうステロイドをちょっと塗っただけでもう翌日にはうわすっごいアトピー治ってる、もうこれ自分のアトピー治ったんじゃないかって錯覚するぐらい、そのステロイドの効き目にびっくりした人はいると思うんですよね。でも結局、少しずつそのステロイドが効かなくなっていって気がついてみればもうめちゃくちゃ強いランクのステロイドを使って、それでも効かなくなって、気がついてみればもう象みたいな皮膚になっている、悪循環に陥っているっていう人は少なからずいると思うんですね。でなんでこれステロイドが効かなくなっていくのかっていうのはちゃんと理由があるんですね。今日はその仕組みについて説明したいなと思います。でこれなんでステロイドが効かなくなるのかっていうのはこれまた黄色ブドウ球菌っていう、この菌が、関係してます。黄色ブドウ球菌って本当に賢いんですよ。こいつはもうムカつくぐらい頭が良くてですね、その菌なので生きてるんですね。死んでないんですよ。ちゃんと考える力を持ってるんで、こいつはですねその殺されないようにするためにはどうすればいいのかっていうのも知ってるし、攻撃する方法も知ってるわけですね。非常に厄介なやつです。はい。でこいつが何をするかというと、黄色ブドウ球菌がその抗原を分泌するんですよ。抗原ね。スーパー抗原と言いましょうか。抗原を分泌するんですけど、ちょっと抗原ってなかなか聞き慣れないと思うんでちょっと詳しく説明しますね。抗原と抗体の違いについてぜひ理解してほしいんですけども、抗原って何かっていうとそのウイルスとか細菌が分泌するものなんですね。で抗体は何かっていうと要はその体内に入った抗原を体の外に出すために作られるタンパク質のことを抗体っていうわけですよ。でその抗原と抗体っていうのは常にその喧嘩してて戦ってるわけですよね。抗原と抗体が戦っている。なので抗原っていうのはあまり良くないです。だってその細菌とかウイルスが分泌するものだから良くないんですよ。で抗体っていうのは反対に体にとって絶対必要なものなんですね。その抗原と戦うために必要なタンパク質なんで抗体っていうのは、強くないといけないんですね。はい、なので、その抗原と抗体の違いについて、まず理解しておいてください。で、この黄色ブドウ球菌が分泌するこの抗原、こいつがすごい厄介で、何をするかっていうとまず、その皆さんが例えばこのステロイドをこうやって皮膚の上にべっとり塗ったとしましょう。こう塗りましたステロイド、青いステロイドを塗りました。青いステロイドなんかないですけどちょっと分かりやすく色をつけますね。ステロイドを塗りました。でこのステロイドがこの皮膚の中に入ります。こうやってで、皮膚の中にはステロイドと結合するレセプターっていうのがあるんですよ。ステロイド受容体っていうんですけども、このレセプターとステロイドが結合して初めてステロイドの働きが生まれるわけですね。ステロイドの作用が起こるわけですよ。でこのまず黄色ブドウ球菌が分泌するその抗原は何をするかっていうと、このレセプターって書いてるところがこのステロイド受容体とすればこの中にですねレセプターの中にこの抗原が入り込むわけですね。こうやってちょっと見えますかね。レセプターの中にこうやって抗原が入ってしまうとステロイドはこのレセプターと結合ができないんでステロイドの働きが起きないわけですよ。いいですか。でこの黄色ブドウ球菌が繁殖するスピードっていうのはめちゃくちゃ速いので、
黄色ブドウ球菌の数が増えれば増えるほどこの抗原の数もどんどん増えていくわけですよ。いいですか？じゃあ、その抗原の数が増えたら何が起こるかっていうとこのレセプターの中にもっと抗原が入り込んで、ステロイドと結合できるレセプターの数がなくなってしまうっていうことが起きます。ステロイドはこのレセプターに結合したいんですよ。こうやってレセプターの中に入り込みたい。でも、この抗原が黄色ブドウ球菌が分泌するその抗原がレセプターの中に入っているものだからステロイドが結合できない、ステロイドの働きが起きないっていう現象が起きるわけです。これが、ステロイドがどんどん効かなくなっていくっていう仕組みなんですよね。いいでしょうか。ちょっと簡単に、説明しましたけども、ステロイドの抵抗性っていうのはこういうことなんですね。なのでよくその皮膚科医の先生がですね、ちょっとステロイドが効かなくなってきたからちょっと強いランクのステロイドを処方しておきますねってよく言うじゃないですか。これっていうのはもう完全にステロイドの抵抗性を無視してステロイドの依存性を進めてるだけなんですよね。なのでこれってすごい恐ろしいことなんですよ。もし、皆さんがですねそのデルモベイトとかもう最強ランクのステロイドを使って、ちょっと効果が出てないなって思っている方はおそらくですよ、もう体の中に入っているステロイドのレセプターがもう黄色ブドウ球菌に分泌している抗体にもう全部占領されている可能性があると思った方がいいです。はい、それぐらい恐ろしいことです。いいでしょうか。で、遅かれ早かれですねこのステロイドを断ち切らないとアトピーを克服することは難しいと思うので、もしステロイド抵抗性がどんどん進んでいる方っていうのはもう間違いなくステロイド依存にもなってると思うんで、もしステロイドがなんで効かないのかなと思ってる方はこの動画を何回も見ていただいてステロイドのその危険性について理解を深めていただければなと思います。はい、今回のテーマはなんでステロイドが効かなくなるかっていう話をさせていただきました。以上です。ありがとうございます。